こんにちは、ぶんちんです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回は都道府県シリーズ第4弾、近畿地方行ってみます。近畿地方全部で7県あります。三重県から順番に解説していきます。では、三重県行きましょう。さあ、三重県はですね、まず3っていう字はね、どっかでやった覚えがあるんですが、このね、横角3本引きゃいいんじゃねえのって感じなんですけど、まず横角はね、何度も言ってる通り、右上がりにしたいので、ここ右上がりにしてます。で、この3本目は右上がりにして、ね、右上がり、右上がり、右上がりっていう気持ちでやっちゃうと NG ですね。こうするとね、ちょっとこっちに傾いて見えてしまうので、ここ最後、右上がりなんですけど、最後ちょっと落ち着かせてやると。で、少し下げるんですけど、ここの始まりよりは決して下がらないようにしてあげてください。で、こういうね、感覚はね、もちろん揃えてもらって、長さも、まあ2本目が短いんですけども、1本目もね、そんな変わんなくていいですね。で、3本目がしっかり目立つようにしてあげてください。はい。で、重いっていう字なんですけども、まあ、辞書で、昔の人の書いてる字、いろいろ見てみると、まあ、ここを主役にしてる字が多いんで、今回もそのようにしてます。なので、こういう横角の重なる字なので、短くしてあげて、この一番下もこう、短いとちょっと安定しないんで、まあ、これよりは少し短いけど、2番目に長くなるようにしてます。なので、まあ、もしね、こっちを長くしたいのであれば、逆に上を少し狭めにしてあげて、下でね、しっかりぐわーっと、まあ、重心というか重さを持たせてあげてもいいんですけど、まあ、上がね、こう、広く開いちゃうと、なんとなくこう、痩せ細って見えてしまうんで、まあ、上にもこういうどっしりしたのが5つも下もしっかり支えるっていうこの形がやっぱりまあいろんな人が書いてるだけあって安定するのかなと思います。で、こういう左右対称の半分に切った時に左右対称になる字なんで、まあこういう感覚はね、なるべく揃えて長さも揃えてやるといいかなと思います。はい。まあこういうくびれがね、結構大事なんで、そういうとこまでしてください。さて、では滋賀県行きましょう。滋賀県はですね、まあ、三髄の字やりましたよね。はい。こんな感じです。で、ガと。さあ、滋賀県ですね。滋賀県は、三髄はね、以前もやりましたけど、幅をね、取らないようにしてあげてください。で、こっちの作りの方でしっかり幅を取りましょう。で、高さに関しては、これね、三髄の字は作りの方が上で終わりたいんで、ここ開けてます。で、上はまあ、三髄より少し下がる程度か、まあ同じぐらいでも構わないです。なので、まずね、この三髄でこうやって幅取っちゃって、こっちが狭いとか、で、逆に下こうやって広がっちゃって、ここ高さ変わんないっていうとちょっとかっこ悪いよねってなるので、注意ですね。で、この糸2つに関しては、まあ難しいように見えるんですけど、幅を取らないようにまずしてあげて、このね、これが長くて、その中にこう入るイメージ。で、ここ外側に関しては、辺と付きの字なので、外側広げたいんで、少し出てます。長めに。
で、こっちは短く終わってます。こういう接するところなんでね。なんでそういうところが若干工夫が必要になります。なんで、糸ね、同じように2つこう、決して並んでるわけではなくって、気持ち、ここ接するところを短くして、こっちの外側は長くして、で、ここが、この延長線でこうなるようにしてあげるといいかなと思います。で、がっていう字に関しては、ここがね、こうくびれればいいかなと思いますんで、極端に書きますと、こういう貝のところがね、こう広がっちゃって、ちょっとふくよかな感じになっちゃうと、あんまりかっこつかないかなっていうところですね。こうやって四角にこうはまっちゃうと、かっこがつかないんで、幅がね、こう広がるところもあれば、こうね、その分狭くするところもあって、メリハリがあるからこそすっきりしたこう印象に見えて、字も大きくは見えないという感じになります。はい。で、この力はこれ頭を出しましょうね。で、ここ開けて。はい。で、このね、この貝がね、結構下がね、こうやって潰れちゃったりとか、ちょんちょんってなっちゃったりとかする人いるんですけど、こういうね、刃ですね、これ。もう、しっかり払って、こっちもしっかり角として線を引いてあげて、足がね、しっかり支えられるようにしてあげてください。では、京都いきますよ。はい、京都です。京都はですね、まず京っていう字は、ここを目立たせましょう。そして、これもね、くびれですね。くびれ大事です。そして、下のね、この小さいっていう字が結構大事で、これまず、こう引きずっちゃうと、ここね、高さが変わんないとかっこ悪いんで、少し浮かせてやるっていうことと、あとね、これがね、狭いと、なんかひょーってムンク叫びみたいになっちゃうんで、下もね、実は幅が結構大事です。なんで、この下ぐらいからこう外に広がって、これもこの下ぐらいからこう広がってあげて、ある程度ここで縮んだ分をまた少し広げてあげることで、こう痩せ細った印象になくていいんじゃないかなと思います。で、都っていう字ね、この典型的な扁桃作りなんで、これとここでまず横幅取りましょう。なので、こういうところも、これより払いより短くするんですけども、外を広げて、中はもうちょこんちょこんちょこんっていう感じです。これも外広がりたいんで、ここ開けてます。で、この下も少しこうやって高さ変えましょう、扁桃作りは。ね。それによってここ伸びられますよね。ここ開けてあげると。っていうところですね。で、あと、ワンポイントテクニックというか、この左からね、ものっていう字なんですけど、この火の入れるところが結構大事で、このね、中心揃えようと思ってこう、真下にこう入れちゃうと、こう切った時に、左右のね、幅ね、せっかくここ伸ばしてもあんまり変わんないと。こうね、変わんなくなっちゃうので、そうじゃなくて、外広げて、払ったら、この中心ぐらいからこう始める気持ちで、右に中心にずらしましょう。そうすることによって、こうしたときに、しっかり外が広くて、こっちは内側は狭くという風になります。で、大砂糖を入れてあげるというのが大事です。はい。では、次、大阪。
大阪行きましょう。さて、大阪でございます。大阪に関してはですね、まず大っていう字ね、この三角しかないんですけど、結構苦手な人が多いです。で、目立たせたいのはここですね。もちろん右払いなので、ここの1画目はあまり広がりすぎず。で、頭をね、出すことも大事です。で、こう、カーブ、左払いなのでカーブしてあげたら、この付け根ね、どっから右払いを書くかっていうと、ここからまず交点から引いてみた場合、ちょっとこっちがね、足がこう立っちゃうんで、横幅が出ない。じゃあどうするかっていうと、こっち、交点じゃなくて、少し左からこう伸ばしてきて、こう払うと。そうすると、右払いが目立っていいので、このね、左払いも少しだけ中心よりも右にずらしてあげて、この払いのところの付け根も少し左にずらしてあげることで、これが目立ちますよというテクニックになります。で、坂っていう字に関しては、これも辺と作りなんで、こっちの小里辺はね、そんなに横幅出ないんですけど、ここをね、しっかり目立たせるために、このね、高さの違いがこの字は大事ですね。なので、ここが目立っているので、こっちでまた少し下げてバランスをとってますので、こういう中のところは浮かせてあげましょう。なので、NG 例としては、これがまず長くて、ここ変わんないと。で、これも長いと。で、これも長いというと、ブランブランブランっていう感じで、ちょっとカッコつかないよねってなっちゃうので、1本目も短くして、2本目さらに短く終わって、で、この人に全振りしてあげると。そうするとね、すっきりして見えます。では、兵庫県行きましょう。さあ、兵庫県でございますね。兵庫県。はい、兵庫県です。まずこのへっていう字に関しては、もう皆さんお分かりだと思うんですけど、ここがね、一番目立ちたいので、幅を思いっきり変えて、上は遠慮しましょう。そして、ここもね、さっきの滋賀のがと同じで、このはっていう字、潰れないようにしっかり足をね、立派に引いてあげましょう。で、これよりは、横書きよりは狭くしてあげましょう。なので、こう上が広くて、ここも変わんない。そしてここも同じとなっちゃうと、かっこ悪いよということになります。そして、こうなんですけども、こういうまだれね、まだれの字は、この1画目が大事で、これがね、こう、長くなっちゃうと、もうこの時点でこの中身が狭いんで、もう苦しいっていう感じになっちゃいますよね、この車。そうすると足も伸びないので、このまだれね、もうちょこってやってあげて、広くここを開けてあげます。そして、車っていう字はこういう横画がどんどん重なる字なんで、間ね、こう狭く詰めていって、そうすれば足がね、こう、スッと、ここがね、伸びられるので、かっこよくなります。で、表と5、画数がね、平の方が
少ないので、少しボリューム小さめに書いてあげると座りが良くなるかなと思います。そして次、奈良県行きましょう。はい、奈良県ね。さあ、奈はね、これ神奈川とかでやってるので、簡単にやっておくと、ここね、右払いの付け根をここ少しずらしてあげるっていうことと、しっかりこの示すっていう字をこの傘の中に入れてあげるっていうこと、そして、京都の京のように、ここもある程度立派に幅をつけてあげることで、貧相に見えない座りのいい字になります。で、奈良のら、この良いっていう字なんですけど、これちょっと難しくてですね、実はこれ中心を少し左にずらしてます。なんでかっていうと、これが目立ちたいからですよね。なので、仮に中心捉えなきゃなっつって、あの人中心の話ばっかするから中心捉えなきゃなっつって、こうやって引いてみると、で、ね、ここ主役だと思ってバーッとやったところで、あんまり目立たないですよね、これ。わかりますかね。あんまり目立たないし、こっちすごい空いちゃって、こっち狭くなっちゃって、なんか見栄えしねえねみたいな感じになっちゃうんで、ここの幅で見てもらって、こことこことか空きをね、揃えてあげることが大事なんで、少しこう、左にずらして始めてあげて、で、これがこう広がってあげると、ここ同じぐらい空いて、そうするとね、こう2文字で見た時もそんなにこう幅が違って見えないんでいいかなと思います。なのでちょっと左に中心をずらしてやることが大事かなと思います。さて、最後和歌山県行きましょう。和歌山県。さあ、和歌山県でございます。和歌山県はですね、まず和っていう字は、これも扁桃作りなんで、もう皆さん耳たこだと思うんですけど、外側を広げてあげましょう。で、ここはね、左肺は少し遠慮して、この人ね、目立たせてあげた方がスッキリするかなと思います。で、口っていう字はもう大きくしても仕方がないので、ここね、開けて、コンパクトにしてここ開けてあげましょう。で、歌っていう字なんですけど、これも扁桃作りなんで、外側広げて、これが目立つようにしてあげてください。で、こっちとこっち比べてね、やっぱりこれがね、画数多いんで、複読む字なんで、中心より少し右に入っちゃって構いません。こういうケツっていう字なんかはもう狭くてちっちゃくていいので、あとはこの高さをね、変えてあげることが大事ですね。こっちで重みを取ってやると。で、こういうとこ開けてね、やればいいかなと思います。で、ここは中心というか、口と口とか、こういうパーツの中心揃えてください。で、山はですね、もう何回もやってるんでいいんだと思うんですけど、二等辺三角形にして、ここ間揃えて、ここの台をね、つけてやって、ここに空間があればいいかなと思います。はい。いかがでしたでしょうか。近畿地方ですね。ということで、今回の動画いいなと思っていただけたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いできればと思います。最後までご視聴ありがとうございました。んちんでした。じゃあね、バイバイ。